これ区役所で配ってるきんぴらごぼう生活保護の申請してきた時に食料がないっていう話すると配られてっていう、名目上そうなんですけど、そういうやつなんですけど、この他にサンマのかば焼きとか、あとサガヤのおかゆとか、あと備蓄のお水とかもらったんですけど、結構消費期限近いやつで、缶詰とは言いながら油だらけで、もう半分胸焼けしそうになってて、これ以上食べちゃうとなんか体が持たなくなりそうな。去年なんですけれども、S さんがコロナで仕事を全部なくしてしまって、所持金200円、220円ぐらいでしたかね。ネットカフェからの困窮者窓口を訪ねました。生活保護に切り替えたいというふうに話したら、そうですか、分かりました、じゃあ明日来てくださいと。で、申請ができたんですけれど、現金給付をしない。一点張りで、真面目な人だったら、下手したら栄養失調になって倒れる。その窓口で全部蹴っ飛ばされる、申請出しても伸び伸びにされるで、そのうちになんか諦めてどっかにみんないなくなるんじゃないか、そしたら申請取り下げでいいんじゃないみたいなことね。受ける権利があるのにもらえないっていうのはやっぱりちょっと違うと思う。じゃあ今日の獲得目標としては S さんのアパート電卓を確約させるっていう。で、あと貸付を。いや、そうですね、貸付ね。とにかく私とその S さんが言ったら行くだけだと話聞いてくれないんですよ。いないものとして目を合わせない。うわとても問題だなと思ったのが、生活保護の申請から決定まで1週間で出ることはほぼないと明言されました。ただ厚労省からの通達でコロナの感染拡大防止のためにネットカフェの生活者が住まいを失った場合、短期間のうちに決定をするようにっていう通達が出てますよね。ほぼ決定まで一生懸命もらった白がゆときんぴらごぼうを本当に1日半分ずつとか食べていたら死んでしまいますよ。でそれが無定にいかないからそっちの自業自得だじゃあんまりだと思うんですよ。そういうお話はしてないですよ。これ何もその27日にお渡ししたもので決定までこれで例えば上をしのいでくださいとかですね、そういうつもりでお渡ししたものでもない。足りなくなったらまた来ればいいっていうふうにかながおっしゃったんですけれども、その後足りなくなったからさんに電話かけてもらったんですけど、折り返しも来ないんですよ。メッセージもなかったんですよね。電話しました？電話したっておかしいですね。どこに行っても申請したその日から数千円出るんですよ、日割りで1日いくらって。ここ決定されるまでの間、日割りでお金が出るっていうことは、他の区でもみんなどこでもね、どこでもやってるよって話だね。以外ごめんなさいね、現金を貸し付ける形での、なんでしょうね、命のつなぎ方ではなく、その災害備蓄を利用しての、これでしのげっていうことっていうのは、私は抗議での、これは水際作戦だと思ってます。それだけじゃなくて、その生活保護を受けられる、あなたの権利である、その人の恥の概念っていうものに対してそういうことではないということまで説明されないということも、私これ抗議の意味での水際だと思ってます。そういうことがから確認されないっていうことをぜひお願いしたいっていうことです。最大限本当にご相談に応じてですね、努力してまいりたいと思っています。1日2400円の12345、6日分14,400円になりますが、15,000円で今日貸付という形でちょっとご申請いただいてですね。金額は今の決まりでよろしいんですか？15,000円で。嬉しすぎて、彼がお金を心配しなくていいことが嬉しすぎて、よかったね。ちゃんとご飯食べられます。肉とか食べて。これは今後来られる方にも適用してもらえますよね。今回だけ特別っていうんじゃないですよね。ご相談いただきながら、ご要望に応じながらですね、我々もお手伝いするのは我々の仕事でございますので。お疲れ様でした。
内藤です